こんにちは、せいかです。今日は2026年4月25日の土曜日です。皆さん、この1ヶ月はどんな1ヶ月でしたか？私はですね、やっぱり桜が一番印象に残っていますね。今年は結構桜を楽しめたんですよ。はい。友達とたまたま遊ぶ約束をしていた週末があったんですけど、その週末が桜がちょうど綺麗に楽しめるベストな日だったんですね。なので思いがけずお花見ができました。思いがけずっていうのは思ってなかったんだけどっていう意味ですね。そうしたくて言ったわけじゃないけど、ラッキーみたいな、そういうニュアンスです。はい。そうですね。あとは、よく行くカフェがあるんですけど、そのカフェに行くまでの道に桜の木がたくさん植えてあるんですよ。なので、そこを通るたびに綺麗な桜を見ることができたりしましたね。はい。桜ってやっぱりタイミングが難しいじゃないですか。お花見に行く予定だった日にまだ桜が咲いていなかったりとか、あとは綺麗に咲いたと思っても大雨が降って一気に桜が散ってしまったりとかするんですよね。はい、今年もなんか綺麗に桜が咲いたって思ったら、なぜかそのタイミングで雨の日が続いたんですよ。それまであんまり雨が降ってなかったのに、急になんか桜が咲いた時から雨が多くなったなっていうイメージがありましたね。はい。やっぱり自然なので、こればっかりは仕方がないですよね。ただそういう完全じゃない感じ、儚い感じも合わさって、桜はすごく綺麗なんだろうなっていうのも今年思いましたね。はい。日本には桜の名所と呼ばれる場所がたくさんあります。名所っていうのは有名な場所という意味ですね。はい。東京にも桜の名所ってたくさんあるんですよ。なのでぜひ気になる方は Google とかで桜の名所東京で調べたりとか、その東京の部分を違う地域の名前に変えて調べたりとかするといろいろなスポットが出てくると思います。はい。で、さっきも言ったんですけど、今回私が友達とたまたま行った場所が吉祥寺っていう場所だったんですね。で、どうして私たちは吉祥寺に行ったかというと、吉祥寺にはおしゃれな雑貨屋さんとかカフェ、そしてご飯屋さんが集まっていて、すごく楽しい場所だからですね。はい。そしてとっても綺麗な公園もあります。井の頭恩賜公園という場所です。井の頭公園と呼ばれていますね。フルネーム、初めて読み方をちゃんと知りました。はい。とにかく、井の頭公園っていう場所が吉祥寺にあるんですけど、井の頭公園には大きい池があって、その池を囲むように、たくさん桜の木が植えてあるんですよね。なので本当に綺麗なんですよ。はい。池ではボートに乗ることができます。うん。白鳥のボートが有名です。多分、写真を見たことがある人もいると思うんですけど、とにかく有名な公園なんですね。はい。で、私は井の頭公園に行ったことはあったんですけど、桜の時期に行ったのは初めてだったので、すっごく綺麗でびっくりしましたね。すごくおすすめの場所です。ただですね、人が多すぎました。はい。桜の名所あるあるですね。あるあるって私よく使うんですけど、よくあることっていう意味ですかね。桜の名所でよくあることです。はい。すっごく綺麗なんですよ。綺麗なんですけど、人がとにかく多いんですね。いい天気の週末なんて本当に人が多くて、歩くのも大変なくらいだと思います。
はい、今回私は友達と気になるカフェとかお店があったので、そこに行こうって話していたんですけど、吉祥寺の駅に降りた瞬間、人の多さにびっくりしました。はい。もう本当に多かったんですよ。で、その時私たちは桜のことがあんまり頭になくって、なので、今日なんか吉祥寺でなんか大きいイベントがあんのかなとか話しながら街に出ました。そしたら、人の流れがあるじゃないですか。駅を出た後、たくさんの人が同じ方向に行ってたら、流れっていうものができると思うんですけど、その人の流れが全部井の頭公園に向かっていたんですよ。駅から出た人がみんな公園に向かって歩いて行っていて、で、それを見て、あ、なるほど。みんなお花見に来たのかって気がつきましたね。はい。なので私たちは、まずは井の頭公園に行かずに、気になっていたレストランでご飯を食べて、その後で人がたくさんいるけど、せっかく天気もいいし、一応桜も見ておこうっていう話になって、井の頭公園に行ったんですよ。はい。そんな流れでしたね。で、公園に入るのも、公園の中を歩くのもちょっと大変ではあったんですけど、そんなこと忘れるぐらい桜が咲いている井の頭公園は綺麗でしたね。はい。池にはボートがたくさん浮いていて、みんな楽しそうに漕いでいたんですけど、パッとボート乗り場を見たら、たくさん人が並んでいてびっくりしました。で、その時、私たちの後ろの人が話しているのが聞こえたんですけど、なんかボートに乗るまで2時間待たなければいけないみたいなことを言ってましたね。2時間待ちらしいよみたいなことを後ろで言っていました。ディズニーランドみたいですよね。はい。まあただ、本当に綺麗だったので、長い時間並んでもいいから乗りたいって思う人がたくさんいたのも、まあ納得でしたね。ただ私たちは並びませんでした。はい。桜の木の下を歩きながら写真を撮って、気になっていたカフェにすぐ向かいました。はい。で、写真で思い出したんですけど、桜の写真って撮るの難しくないですか？私だけですかね。なんか桜って生で見ると本当に綺麗だなって思うんですよ。で、生でっていうのは写真でじゃなくて自分の目で実際に見るっていうことですね。で、生で見るとすごく綺麗なんですけど、それを残したいと思って写真を撮っても、その美しさをそのまんま写真の中に収めることができないんですよね。まあ、私の写真の技術の問題もあるとは思うんですけど、まあ簡単には撮れないっていう感じがします。なんか桜の色ってピンクのイメージじゃないですか。でも日本でよく見かける桜って白っぽいんですよ。はい。ピンクっていうよりは薄いピンクっていうそんな感じなんですね。生で見るとちゃんとピンクに見えるんですけど、写真だとなんか生で見るよりも白っぽくなっちゃうんですよね。なんか私の撮り方に問題がある気もしてきたんですけど、まあ、とにかく写真よりも生で見る方が綺麗だなって毎年思います。はい。でもなんかそれもいいですよね。なんか写真じゃ満足できないということで、来年の桜も生で見なければいけないって思うんですよね。はい。来年の桜も楽しみです。ということで、今日の内容に入っていこうと思います。今日はですね、去年の夏過ぎぐらいから日本で大ブームになっているシールについて話そうと思います。夏過ぎなので、夏が終わったぐらいからですかね。もともとブームはあったんですけど、夏が終わったぐらいからもうバーンって爆発的に、はい、ブームになっているので、今日はそのシールについて話そうと思います。
で、私、シールはすごく好きなんですよ。なので、結構集めているんですね。はい。皆さんシールは知ってると思うんですが、ステッカーのことです。はい。日本人はシールって言います。で、本当にいろいろな種類のシールが今出ていて、なんかこう平べったい薄いシールもあるし、透明のシール、なんかパソコンとかスーツケースに貼るのにいい、そんなシールもあるし、あとはちょっと分厚いシールもあります。はい。キラキラした石みたいなそんなシールですね。もう本当にいろいろなシールが今日本では売られています。はい。それがシールなんですが、ちょっとね、特別なことが起こってるんですよ、日本で。なので今日は、それについての面白い記事も見つけたので、それも見ながらお話ししていこうと思います。はい。まず、その記事のタイトルなんですが、ボンドロ2100万枚超の異例ヒットの裏側と書いてあります。はい。で、ボンドロっていうのは何かというと、シールの種類の名前です。うん。なんかこうシールを買うと上にデコレーションシールとか、そんな風に名前が書いてあるじゃないですか。で、私も結構シールは集めているのでいろいろ持ってるんですけど、有名なシールはシリーズ化されてるんですね。ですね、私が好きなシールをちょっと見せながら、あ、これだこれ。これですね。はい。例えば、なんかこうシールはシールでも、このようにシリーズ化されているものがあるんです。このシールは大人の図鑑シールですね。大人がこう集めたくなるような、はい。そんなシールのシリーズがこの大人の図鑑シールなんですが、このようなシリーズの名前、シールの種類の名前にボンボンドロップシールっていうものがあるんですね。ボンボンドロップシールって長いので、短く言うとボンドロになるみたいなんですけど、私はそれを使ったことがないので、今日はボンボンドロップシールって言っていきますね。そのボンボンドロップシールっていうものが2100万枚売れてるそうです。はい。これで1枚じゃないですか。2100万枚売れてるっていう本当に大ヒットの商品になっているんですね。はい。面白いですよね。シールが2100万枚売れるんですよ。はい。で、シールに興味がない人も多分ボンボンドロップシールっていう名前を聞いたことがあるっていうぐらい、今日本ではすごく話題になっている商品です。で、まず、ボンボンドロップシールについて、ちょっと説明していきます。気になる方はぜひ、Google とかで調べてみてくださいね。ボンボンドロップシールという名前のシールです。はい。で、これはですね、どんなシールかというと、こういう薄いシールではなくて、ちょっと分厚くて、ビーズみたいな感じ、こうキラキラしている感じのシールなんですね。で、いろいろな種類があります。例えばディズニーのボンボンドロップシールもあるし、ちいかわっていう最近日本ですごく人気があるキャラクターのボンボンドロップシールもあるし、なんか動物とかうさぎみたいな、そういう動物系のボンボンドロップシールもあります。とにかくちょっとこう分厚くてキラキラしているドロップのような、はい、そんなシールなんですね。はい。で、このボンボンドロップシールは、大阪の文房具のメーカーのクーリアっていう会社が2024年に発売したシリーズだそうです。はい。でですね、日本の文房具屋さんとか雑貨屋さんに行くと、シールコーナーっていうものがあるんですよ。で、シールコーナーではいろいろなシールがたくさん売られているんですけど、なんか、ボンボンドロップシールだけはいっつも売り切れとかなんですね。はい。なんかこう、手に入れるのが難しいっていうイメージがあります。で、そのボンボンドロップシールは人気すぎて、例えば今日のお店がオープンする時間からボンボンドロップシールを売りますっていう風にアナウンスしたら、そのオープン前に人が並ぶぐらい人気があるんですよ。はい。そのぐらい人気があるから、
シールにあんまり興味がない人でも、お店に行って、たまたまボンボンドロップシールが売ってたら、あ、ちょっと友達のために買おうとか、例えばお父さんとかだったら、子供のために買おうとか、そんな風に思うぐらい、なんかね、手に入れるのが難しい、お宝みたいなものに今なってるんですよね。で、もちろんそういう人気があるもの、そして手に入れるのが難しいものっていうのは、転売されてしまうんですよ。転売っていうのは何かというと、その商品を買って違う場所で高い値段で売るっていうことですね。はい。で、日本にはすごく有名なフリマサイトっていうものがあります。フリマサイトっていうのは、自分がもういらないなって思ったものを他の人に譲るために使うみたいな感じなんですけど、そのさっきも言った転売にもよく使われちゃったりしてるんですね。はい。で、そんなフリマサイトって日本にいくつかあるんですけど、中でも有名なフリマサイトがメルカリというものです。はい。で、メルカリでボンボンドロップシールっていうのを調べると、はい。まあ、出てくるんですけど、だいたい2倍以上の値段ですね。はい。定価っていうのが元々の値段です。定価がだいたい500円ぐらいなんですけど、メルカリで見ると、だいたい1000円とか、はい、2000円で売ってる人とかもいますね。はい、まあそのぐらい人気があるんですよ。はい、ボンボンドロップシールですね。はい。で、私はですね、正直そんなにボンボンドロップシールには興味がなくって、なんでかっていうと、私はこういう薄いシールがどちらかというと好きなんですね。なんかノートとかをデコりたいから、デコるっていうのはデコレーションするという意味ですね。ノートとかをデコりたいんですけど、こう厚いシールだとちょっとボコボコしてデコりづらいんですよ。なので私は薄いシールの方が好きだから、ボンボンドロップシールはあんまり興味がなかったんですけど、私の友達がボンボンドロップシールが欲しいってずっと言ってたんですね。で、それを聞いていたんですよ。で、今年の2月ぐらいに私は韓国に旅行に行ったんですね。で、韓国に旅行に行ったら、ボンボンドロップシールが売ってたんですよ。はい。多分ですけど、ボンボンドロップシールって2024年ぐらいから売られ始めているので、その商品が韓国に輸出されて、で、その韓国で日本の商品を売ってたっていう感じなんですけど、あ、ボンボンドロップシールだと思って、友達が欲しいって言ってたなと思って1枚買って帰ったんですね。で、日本に帰ってその友達に会った時にそれを渡したら、その友達のリアクションが今でも忘れられないんですけど、カフェですごい大きい声で、みたいな。嘘これどこで手に入れたのみたいな感じで、すっごいびっくりしてて、で、なんかちょっと周りの人も見るみたいな。そんな感じでした。ボンボンドロップシール。はい。ちいかわのボンボンドロップシールを買ってあげたんですけど、なんかものすごいものをあげた人みたいになってましたね。はい。まあ、とにかくそんな感じなんです。ボンボンドロップシールですね。で、どうしてこんな状況ができてるかというと、それはですね、シール交換が流行ったからですね。で、シール交換っていうのは何かというと、自分が買ったシールと、その友達が買ったシールをこう交換することですね。シールって一つのシートにたくさんあるじゃないですか。なので、そのうちの一つを友達と交換するみたいなことをシール交換と言います。で、私は持ってないんですが、シール帳っていうものもあって、何かというと、手帳のようなものなんですが、シールを貼ったり剥がしたりできるようになっていて、そこにみんなたくさんシールを貼るんです。で、たくさんシールを貼って、その出来上がった自分のシール帳を、例えばカフェとかに持って行って、友達と交換して、欲しいシールがあったら、これ欲しいって言って、で、友達がいいよって言ったら自分のシールと交換するみたいな。そういうのをシール交換って言うんですね。で、そのシール交換が流行りました。本当に去年の夏過ぎぐらいからですかね。はい。まあ、私が小さい時にシール交換ってすごく流行ったので、またその流行りが回ってきたっていう感じですかね。なので私ぐらいの年代、20代とか
30代の人とかも懐かしいっていう気持ちと、あとは今はお金があるから欲しいシールをたくさん買えるっていう、なんかその気持ちが合わさって、はい、シール交換にハマっている人が多いんじゃないかなって思います。なので芸能人とかもハマってたりするんですよ。有名な女優さんとかモデルさんがシール交換をしている様子を SNS とかに載せるので、はい、なんかそういう芸能人を見て、一般の人も、あ、シール交換今流行ってるんだっていうのを知って、しかも私たちが小さい時よりも、なんかおしゃれな感じになってるんですよね。シール帳も今っぽいおしゃれな感じになってるから、また欲しいって思う気持ちもすごくわかるんですよ。はい。そんな感じでどんどん広がっていきました。はい。もうすっごい分厚いシール帳を持っている人もたくさんいます。はい。で、私は夏過ぎから SNS でシール交換とかシール帳について時々調べてみたりしてたんですけど、面白いなって思ったのが、シール交換のイベントとかが行われてたんですね。例えば、有名なインフルエンサーの方がいたら、その方が何月何日に何々公園でシール交換のイベントをしますっていう風に言ったら、その方のファンの中でシール交換が好きな人がもうたくさん集まって、みんなでシール交換をしているみたいな、そういう様子を SNS で見て、なんかすごいなって思いました。もうたくさんいるんですよ。シール交換をしている人ですね。はい。そして、なんかカフェもできたりしてます。シール交換カフェですね。はい。なんか自分はシール帳を持ってるけど、交換する人がいないっていう人が、そのようなカフェに行って、同じくシールが好きな人と、なんかシール交換をするみたいな、そういうシール交換専用のカフェもできてましたね。もう本当に大ブームっていう感じです。はい。で、もちろん子供にも流行ってるそうです。20代、30代の人だったら、小さい時にやってた、なんか懐かしいっていう気持ちでもう一回やってるっていう人が多いと思うんですけど、小さい子供にとっては初めての、なんか面白いことじゃないですか。初めて出会うシール交換みたいな感じなので、小学生ぐらいの子たちもみんな今ハマってるみたいですね。はい。子供がすっごくハマるのはわかるんですけど、大人も今本当にハマってるんですよ。なので、懐かしいっていう気持ちで少しやるのはわかるけど、こんなにハマるのってなんでなんだろうと思って、ちょっと調べてみたんですが、多分ですね、シールがとっても綺麗だからだと思います。はい、調べたのに出てきた答えはすごくシンプルなんですけど、なんか、私はですね、個人的にシールで何かをデコるのが好きなんですよ。ノートとかを可愛くしたりするのが好きなんですけど、多分シール帳を作ってたりとか、シール交換に夢中になっている人っていうのは、シールが主役になってるんだと思います。もうシールがメインなんですね。そのシールで何かをデコりたいという気持ちよりは、もうそのシール帳が自分の美術館みたいな感じなんだと思います。なので、その自分の美術館をどんどんもう素敵なものにしていきたいっていう、そんな感じの思いで、綺麗なシールとかをたくさん集めているんじゃないかなって思いましたね。はい。すごく綺麗ですよ。なので皆さんもぜひ、インスタグラムとかでシール帳って調べてみてください。いろいろなシール帳が見られると思います。はい。そんな感じで、今は子供だけじゃなく、大人もシール帳とかシール交換に夢中になっています。それだけ大ブームのシールなんですけど、そのシールによって起こる問題とかもあったので、それについてもちょっといくつか紹介していきますね。まずはですね、いじめになっちゃうっていう問題ですね。はい。今、子供にも流行ってるって言ったじゃないですか。そうすると、学校で流行ってるっていうことになりますよね。例えば、小学生の子が、遊ぶときにシール交換しようっていう話になると、みんなシール帳を持ってないといけないじゃないですか。で、シール帳を持っていても、交換するときに、もちろん同じぐらいのレベルのシールと交換したいですよね。で、シールって結構高いですし、ボンボンドロップシールは手に入れるためには、朝早くから並んだりとか、
で、あとはメルカリとかで買うのであればすっごく高いじゃないですか。なので、やっぱりお母さんとかお父さんの協力がなければ手に入れることができないものですよね。なので多分、その小学生によっては、100円ショップでシールをたくさん買ってるとか、そういう子もいると思うんですよ。そうすると、なんかあなたのシールはいらないとか、そういう話になって、ちょっといじめにつながっちゃったりするみたいですね。SNS でそういう話を見ました。はい。なので、そのお母さんとかお父さんが頑張らなきゃいけないみたいな、そういう状況になったりしてるみたいですね。はい。で、なんかその流れでちょっと面白いなって思った話なんですけど、やっぱり子供ってすごく素直だから、友達がボンボンドロップシールを持ってたら、自分もこんなキラキラしたドロップみたいなシールが欲しいって思うじゃないですか。でも、なかなか手に入らないし、高いしっていうことで、そんな中ある人がですね、ボンボンドロップシールを作ったんですよ。はい。子供のために作ってあげたみたいなんですが、こういう平べったいシールに、ボンドっていう、はい、糊みたいなものですね。ボンドを使って作ったっていうのを SNS に投稿したんですよ。そしたら、それを見て真似する人がたくさんいて、今度ボンドが買えなくなったみたいです。はい、面白いですよね。買えなくなったのか、はい、なんか売り切れのお店が、はい、たくさん出たとかね、そういう話も見ましたね。はい、面白いですよね。はい、あとはですね、やっぱりこのボンボンドロップシールを欲しいっていう気持ちが強すぎて、お店でなんかこうオープンした瞬間にもうブワーって走って、ちょっとこう喧嘩になってしまったりとか、はい、あとはもう転売の人がたくさん増えてしまったりとか、そういう問題も今起きています。はい。そんな感じなんですけど、そのボンボンドロップシールに似ているシールって世の中にはたくさんあるんですよ。同じように分厚くてキラキラしたシールっていうのはたくさん売ってるんですけど、ボンボンドロップシールっていうのが一つのブランドみたいになってしまって、それじゃないものはいらないみたいな。ボンボンドロップシールが欲しいみたいな、そんな流れが今できてるなっていうのも感じますね。面白いですよね。で、その記事を見ていると、そのボンボンドロップシールを作った人のインタビューが載ってるんですけど、もともと作った時はデコるために使ってもらうように作ったみたいですね。最近アイドルが流行ってるので、アイドルのファンになると、だいたいその自分が好きなアイドル、推しって言うんですけど、推しのカードとかを持ち歩くじゃないですか。で、カードをそのまんま持ち歩くと、ちょっとこう汚れてしまったりぐちゃぐちゃになってしまったりするから、みんなそのカードのケースを使うんですね。透明のケースを使うんですけど、ただ透明なケースだと、ちょっとなんかシンプルすぎるから、それをラインストーンとかでデコったりするのが流行ったんですね。で、そういうデコる用に使えるシールっていうので、もともとボンボンドロップシールは開発されたみたいですね。はい。でもそのシールが綺麗すぎて、可愛すぎて、シール交換をする人にこう刺さりすぎて、はい。すっごく大ヒットの商品になったっていうことですね。正直、デコるのに使ってる人ってあんまりいないと思います。はい。みんな、なんかこう集めたくて、手に入れたくて集めてるっていう感じですかね。はい。ということでですね。私はもともとシールが大好きなので、こういう感じで集めていますし、なんかこう、日本の雑貨屋さんに行ったら、とりあえずシールのコーナーをチェックするっていうのを、もうずっとしてるんですよ。もう10年ぐらいそういう生活をしてるので、新しいシールが出てたりとかすると、これ新しいって気づいたりとかもしてたんですね。で、ボンボンドロップシールが出た時も、すごい可愛いシールが出たなーって思ったんですよ。思ったんですけど、なんかシールにしてはちょっと高いなって思ったし、私はこの分厚いシールがあんまり好みではなかったので、へーみたいな感じで買わずにいたんですね。で、しばらくはボンボンドロップシールも普通にあったと思います。で、もともとシールって、この大人の図鑑シールもそうなんですけど、SNS とかで話題になると買えなくなったりはしてたんですよ。はい。SNS で話題になることをバズるって言うんですが、SNS でバズると
人気になって買えなくなるっていうことがあったので、ボンボンドロップシールがバズった時も、これバズったんだ、みたいな感じで、買うの難しくなるだろうな、ぐらいには思ったんですが、もう次元が違いました。はい。もうレベルが違いましたね。こんなに再入荷するときはお店の前に人が並ぶぐらいになるとは思わなくて、本当に社会現象と呼ばれるまでのブームになったんじゃないかなと思います。ちなみに社会現象っていうのは、社会全体で起こっている大きな流行りっていう感じですかね。はい。なのでこういうシールとかってバズって買えなくなるっていうことはあったんですけど、シールが好きな人の中だけで、はい、話題になってるっていうイメージだったんですよ。でも、もうボンボンドロップシールって、シールが好きな人だけに限らず、もうみんなが知ってることみたいになりましたね。なぜなら、さっきも言ったように子供が欲しいって言ってたら、お父さんとかお母さんもチェックするじゃないですか。そんな感じで、本当にもういろいろな世代の人が、はい、気になる、知ってる商品になったっていうことですよね。本当にすごいなと思います。はい。そうですね。本当に去年の冬ぐらい、2025年の冬ぐらいが一番本当にピークだったんじゃないかなと思います。最近はだんだん落ち着いてきた感じがしますが、それでもやっぱりボンボンドロップシールは売り切れてたりとかしますね。でもラッキーだったら買えるっていうこともあると思うので、ぜひ日本に来たらシールコーナーに行ってチェックしてみてください。はい。ということで今日は最近日本ですっごく流行っているシールについてお話ししてみましたが、いかがでしたか？ボンボンドロップシールを皆さんは知っていましたか？はい、本当に日本っぽいなって思いましたね。ボンボンドロップシール自体もすごく日本っぽいし、そのボンボンドロップシールが流行ったこの流れとかも本当に日本っぽくて面白いなって思いました。はい。なのでぜひ気になる方はインスタグラムとか SNS でシール帳とかボンボンドロップシールって調べてみてください。はい。私は個人的にシールについていつか話したいって去年の冬ぐらいから思ってたので、今回話すことができて嬉しいです。満足しています。ここまでかなり長くなっちゃったんですが、最後まで聞いてくださってありがとうございました。私はですね、YouTube のメンバーシップもやっております。初級の人には Vlog で勉強できるような動画をアップしています。そして中級以上の人にはタメ口の動画とかゲームの動画をアップしています。ぜひ興味がある方は YouTube のメンバーシップも見てみてください。そして YouTube 以外にも CIJ というウェブサイトにも動画をアップしています。最近はですね、そのウェブサイトにいる他の先生と会話をする動画を撮ったりもしています。はい、ただ勉強っていう時間ではなくて、本当に楽しく日本語が勉強できるようにいろいろな動画を作ろうと頑張っておりますので、はい、リアルな日本語をたくさんインプットしたいという方は、ぜひ CIJ もチェックしてみてください。ということで、今回も最後まで聞いてくださって、そして見てくださってありがとうございました。そしてちょっと最後にですね、私が好きなシールをいくつか紹介しちゃおうと思います。私はサンリオが好きなんですよね。なので、このシールすごく好きです。ちょっとマスキングテープみたいになってるので、ノートとかに貼ってもピタッてくっつくんですよ。そしてところどころキラキラしていて、そのディテールも気に入ってます。はい。そしてこれもよくあることなんですが、人気のイラストレーターさんがサンリオとコラボしてグッズを出すこともあるんですよ。これは私が大好きな倉橋玲さんというアーティストの方がいるんですが、その方がサンリオとコラボした時に出していたシールです。もう可愛すぎて、ちょっとしか使えてないですね。はい。そんなところかな。あとは、スケジュール帳に貼れるような小さいシールもすごく好きなんですけど、このシールは多分外国のものなのかな？外国の商品がたくさん売ってる雑貨屋さんで買いました。もう大好きすぎて2枚目です。はい。1枚目全部使い終わっちゃったので2枚目も買いましたね。で、最近はディズニーストアでも
よくすっごく可愛いシールを売ってるんですよ。で、最近のお気に入りはこれですね。なんかちょっとレトロなデザインのシールですね。これはオーロラ姫、眠れる森の美女っていう作品のシールなんですけど、こっちはシンデレラのシールですね。はい。一つはパソコンにつけてます。見るたび癒されてます。はい。そんな感じで、最後にちょっと私の好きなシールを紹介してみました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。